ずっとゲーミングスペースの片方がモニターじゃなくて、昔実家の時から使ってたテレビを使ってたんですけど、さすがに小さいのと、あとリビングでもゲームしたい時が結構あるから、テレビはリビング用に向こうに持ってって、今回新しくモニター買って、プラスちょっとアップデートしようかなって思って、まあ軽く買いました、ネットで。まあ、モニターと、モニターライトと MacBook Air がつなげるっていうのをちょっと知ってやりたいなと思ったので、このボートのケーブルと PC のスタンドと、この抜き差ししなくていいようにUSB ケーブルも購入して、でこの段ボールが開けてないけど、おそらく中身はゲーミング用のキーボードが入ってます。でゲーミングキーボードいらないじゃんって思うと思うんですけど、いつかゲーミング PC 迎えたいなってちょっと密かにっていうか、普通にめちゃめちゃ今も欲しいんですけど、キーボードも新しく新調したいなって思った時に、いずれ使うであろうゲーミング用にしておけば、今後もまた2度手間で買わなくていいかなって思って、今回ずっと気になっていたゲーミングのキーボードを購入しました。イエーイびっくりした。
うん模様替えが完了したので、軽くデスクツアーやっていこうかなって思います。このデスクを作った時に商品紹介してると多分思うんですけど、その時から結構アップデートしたりとかグッズとか結構変わってるのでご紹介していこうかなって思います。スタート。
普段は声入れてないんですけど、今日はちょっと声ありでご紹介していけたらなって思っています。ぜひ参考になると嬉しいです。まずこのデスクが、IKEA の天板で、この、収納も IKEA で、あっちの奥にある、足も IKEA で揃えて、全部別々の商品なんですけれども、机自体は全部 IKEA で揃ってて、左側だけ足つけないで、この、収納にそのまんま置いてる状態なので、もうめっちゃ動いちゃうんですけど、まあ高さがちょうどいいので、収納も幅がないので、こんな感じでドアとの幅がないので収納も置きたいなって思って、この形で収まりました。前から持ってるモニターがグリーンハウスのゲーミングモニターで、こっちの新しく買ったのが、ピクシオで、どっちも30、20、大きさはこれから揃えてあります。上の照明も今回買ったものがAmazon で購入してだいたい5000円ちょっとぐらいでした。あと今回のこの PC とかのスタンドも Amazon で1000円ちょっとぐらいで購入して、の MacBook Air が2017年モデルだったかな、確か。すごい古くてリンゴが光る、もうめっちゃ古いモデルになってるんですけど、一応使えるのでそのまんま使ってます。で、このステッカーは全部三宅健くんの前の事務所に所属してた時のソロコンサートの時のグッズですごい可愛いので、ちょっと今もう単売りしちゃってるんですけど、可愛いのでそのまんまずっと継続してつけてます。スピーカーも Amazon で購入したんですけど、デザインがこれなんか丸っこいやつが人気だと思うんですけど、ちょっとあれだと可愛すぎちゃって私の好みじゃないので、この四角いタイプ、四角くて値段が安くてかつそこそこレビューのいいものを選んだんですけど、思ってたよりもすごい音質が良くって気に入ってます。安いし音質もそこそこで、すごいプロ並みの音質を求める人はおすすめできないかもしれないんですけど、素人の感じで聞いてそんなに違和感なくもう音質この金額にしてはいいじゃんって思えるぐらいには音質良かったので、すごい愛用しています。特に変える予定もないぐらい結構気に入ってます。で、奥にあるスイッチ、これはすごい一番古いタイプのものなんですけど、これ有機 EL じゃないので本当はここ黒いんですけど、カバーを後付けで買って上からつけて、ちょっとインテリアと合うように白っぽくなるようにしておいてます。このスマホスタンドは3coins で購入し300円じゃなかった気がするけど、3coins で結構これ万能で、角度もすごい変えられるし、角度と高さとここの長さも変えられて結構便利で、今まで買ったスマホスタンドの中で結構上位で気に入ってるぐらい使い勝手がいいです。で、後ろもちゃんとこういう風に滑り止めがついてるので結構がっしりしてて使いやすくて、今も売ってるかちょっとわかんないんですけど結構おすすめです。で、さらに奥にあるこのゴミ箱は無印のゴミ箱で、サイズ展開がすごいたくさんあるんですけど、鼻かんだりとか、ちょっと何か拭いたりとか食べたりとかして時のティッシュとかウェットティッシュとか、なんか紙くず系とか、あと飴舐めたりとかした時のゴミ入れで軽くこの辺にポイポイ置いとくの嫌なので、これに入れて、溜まったら大きいゴミ箱にポイッとするような感じで使ってて、めっちゃこれあるとないだと全然違うのですごいおすすめです。で、この陶器のコースターは
楽天で購入しました。めっちゃ可愛いでしょこれ。超お気に入りで、2色持ちで、もう1個は木のテーブルとかに置くとすっごいいい感じに見えるので、めっちゃお気に入りなんですけど、別に水分を吸うわけではないので、夏だと結露で水分ここビチャビチャになるんであんまおすすめできないんですけど、ホットとかの時はすごいおすすめです。でマウスはちょっとゲーミング用今回購入しなかったんで、もともと持ってるちょっと古いロジクールの普通のマウス、もうなんかザ普通っていうマウスなんですけど、この普通さが逆に使いやすくて私は気に入ってます。さっき開封したキーボード、こちらもロジクールで、収納が一番上がなんか文房具とか紙類とかなんかコピックとかペンとか、あとはなんていうの、マスキングテープ類、この古のロッキンのマステとかがめっちゃ大量に、これでも少なくなったんですけどまだ見つかったりとか、付箋とかハサミ、ペン、なんかめっちゃ古い切手とか、ライトのリモコン、これはデスク裏につけてるテープライトのリモコンだったり、テーブルの上で撮影する用の三脚とか、画面とか、メガネとか拭く用のメガネ拭きだったり、カフェカードとよく使う付箋を置いてます。2段目はなんか雑にガジェット系とかカメラとかすっごい安いヘッドフォンとか、あともともと使ってるこのロジクールのキーボードとかを置いてます。3段目はなんかネイルとか、こういう足のコロコロとか、ちょっともうあんま綺麗に収納できてないんですけど、あと除菌シート、アクセサリーとかシュッシュとかクリップとか、そういうやつが入ってます。でここはグッズとかガチャガチャとかが入ってます。でこのケースは、セリアとか、あと大きいやつはキャンドゥしかまだ売ってないのかな、覚えてる。こういう感じで、一番下はなんかもっと雑な感じに入ってて、缶バッジ、こうなんていうの、ラバーキーホルダーシリーズ、こういうのがここに入ってる感じで、この中はなんか入りきれない、なんかステッカーとか特典とか、こういう感じのがわーっと入ってる。どこにしまったらいいのかわからないので、ちっちゃめのものをとりあえずこれに入れてる感じです。でここに置いてる、ライトは IKEA のものになります。もう普通のなんかよく見かけるやつ。この椅子は Amazon で適当にそこそこ2万円か3万円ぐらいで買った適当な椅子です。なんか白くて安かったやつ。でも意外と座り心地よくって特に困ってないなーっていう印象です。フットレストもあるしね、ここにほらフットレストもあるのでそこそこいいかなって思ってます。このブランケットは無印のハーフシングルのブランケットで、このハーフシングルなのが体がめっちゃ覆えるのですごく気に入ってます。でこの中も全部無印、このもうくったくたになってるけど、この前に買ったクッション、無印のめっちゃふわふわなクッションと、あったかいやつ、ホットカーペットみたいな、ホットマットかな、なんかそういうやつ。ただこっちのデスクの横らへん、ポスターはデジタル版の週刊少年ジャンプの購読者全員応募のリッチポスター、呪術のリッチポスター、これめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くて部屋の雰囲気と合ってて超お気に入りです。で、この辺、さっき
ちょうど入れ替えたんですけど、この辺が、ワールドトリガーのゆばちゃん、影、で、ヒロアカのデクのフィギュア。これ最近撮ったケンマのアクスタ。で、これが、ワートリの王子隊の作戦会議で使ってたアイコンの、アクリルフィギュアっていうのかな？アクリルのやつ、なんていうの？こういうアクスタみたいなやつです。で、そもそもこの棚は IKEA です。IKEA で買った棚です。で、このボックスは無印のボックスで、上の段は、普段あんまり使わないこういう紙系の書き物が結構好きなんで、この書き物とかシールとか付箋とか、なんかそういうのがざっくりとガーッと入ってるような感じで、2段目はゲーム系とか、なんかコードとか、そういうの、ちょっと全然収納きれいにできてないんですけど、そういうのがざっくりごちゃごちゃ入ってます。なんか 3DS とか、これはスイッチの立てかけるやつとか、有線のイヤホンとか、クリーナーとか、もうごちゃーっと適当に入れてるけど、この適当ぐらいがちょっと取りやすいので、ずっとこのまんまかなーって思ってます。で、横にはガチャで取ったお気に入りのラバーキーホルダーを飾ってて、で、これ自体がマグネットつくタイプなので、この100均のマグネットに引っ掛けて収納してます。で、ここの段も、フィギュアとかガチャガチャがメインなんですけど、これは、ケユカのティッシュボックス、有名なやつ。で、そのカレンダーが無印。で、五条とトゲの、ヌードルストッパーのフィギュアと、この間撮ったキルアの一番くじのフィギュアと、カタズンシリーズのガチャガチャで玉駒第一、ワートリの玉駒第一の奥のこの絵はネップリで印刷した素敵な絵です。で、五条たちの足元に置いてるのが、この無印のトレイにこのよく使うもの、クリーム系とかネイルのオイルとか、あとはなんかシュシュとか、あと前髪がゲームしてたら邪魔だったりするので、こういう前髪クリップ、あと前食べようと思って食べなくてずっと置き去りにしているロータスビスケットがそのままずっと置いてあります。あとさっきのライトのスイッチはこの辺にポイって置いとこうかなって思ってます。しまっちゃうと使い勝手悪いと思うので、ここに置いたりとかこの辺に置いたりとかしようかなって思ってます。で、ディフューザーの隣に PS4、 これが山崎実業のコントローラーのスタンドで、スイッチ PS4 で、スイッチのジョイコンとくっつけられるやつで、この上にいるのが銀玉のこのなんかふざけたやつ、カツラのやつと、マムアンの目印アクセサリーをここに可愛いのでつけてます。あとめっちゃお気に入りのゲトの縫いがちょっと置く場所ないけど近場に置いときたいので、この辺にポイッとそばにいてもらってます。めっちゃ可愛くてお気に入りで、この下はちょっとごちゃっとしててあんまり参考にはならないかもしれないんですけど、一応何があるかだけお伝えしようかな。この箱自体が IKEA のボックスで、奥がこのコード類、ゲームとかそういうののいろいろコードがつながってて、でその下はこのプロコン代わりにもなるこれなんだっけ、何のやつだっけ、あれか、ゲームキューブかな、確かゲームキューブのコントローラー、友達とか夫となんか一緒にスマブラとかやるようにプロコン取り合いになるので、これとあとちょっとどうしたらいいのかわかんなくてここに置き去りにしてる iPad のカラーケースとかで、これは IKEA の
なんか紙のボックスすごい安くておすすめなんですけど、この中には、なんか PS2、ちょっと、壊れちゃって PS2 うまくつかなくなっちゃったんですけど、また復活するかなと思ってまだ置いといてる PS2 とか、なんか夏用のハンディファンとか、なんかまあそういうものがざっくり入ってます。で、ここの一角、この縦一列は、ちょっと夫の本系ラノベと漫画がいっぱい並んでます。で、ここの一角は、まあほぼ配給ゾーンって感じで、なんか赤いんで、アスナも一緒に、ここに一緒にいてもらってる感じになるかな。あとトップ4のアクスタもここに一緒に置いてあります。今、最新で買ったこれがめっちゃお気に入り。超可愛くない？お気に入りです、これが。で、この下が無印のボックスで、中にはスイッチのカセットソフトと、なんかちょっと 3DS とかも、このあるやつは置いてあったりとか、PS4 のパッケージ版、どっちも買ってて、パッケージ版と、ダウンロード版どっちも買うタイプなんで、まあ物によるんですけど、PS4 のパッケージ版とか、なんか、ジョイコンのとか、あと、アミーボ。この辺に、ザクッと入れてあります。これやばくない？超懐かしい。遊戯王。超安い。びっくりする。こんな感じです。で、入れる場所なくて、ここにざっと入れちゃうんですけど、スヌーピーの本。いい感じの言葉がたくさん書いてあって、結構勉強になるので、これも置いてます。で、一番右側もフィギュア。テンスラの、楓団だったかな？楓とフリーレン、フェルン、ケンマ、ノヤさん。あとこれよく使うのでここにポイって置いてるんですけど、これがベルガモットの香りの生活の木のオイル。めっちゃいい匂いなのでおすすめです。で、この下がワートリの漫画全巻。で、モニターの裏奥に、これどこで買ったんだっけな？ Amazon か IKEA で買ったこのデジタルライトと一番くじのナナミンと2年生、呪術の2年生のキーホルダーを横に飾ってます。で、あんまり動画には映ってなかったんですけど、実はここにも棚があって、ここがグッズ置き場みたいな感じで、まああんまりちょっと整えられてなくて今まで載せることなかったんですけど、一番左が、ウィンドブレーカーのキャラクターと、ブルーロック、まあバチェラとか。で、ヒロアカ、一番最新作のヒロアカの映画の入場者特典、テンスラのリムルと、あたりの奈良坂くんと、この上の額縁に入ってる配給のなんかポスター車みたいなやつはガチャガチャです。ガチャガチャの300円のやつ。で、右側のフィギュアがどっちもプライズで、ちいかわとヒロアカがコラボした時の8割×かっちゃんのフィギュアと、右側がリムルとクマラの最新のアニメのところのフィギュア。めっちゃ可愛くないこれ。リムルとクマラめっちゃ可愛いの。癒し。超可愛い。以上。まあ、デスクのアップデートとデスクツアーでした。イェイ。なんか参考になるところがあったらいいなぁ。